今日はお試しで、マイクテスト兼ねての独り言でさ、いやさ、ずっと枯山水を編んでたんだけど、たまにはね、かぎ針編みしたいよねってやっぱり思っちゃうから、で、今回は何しようかなって思ってたら、あ、また米編みっていう。でもなんかいつもと違うぞ。C2C。どうも、こんにちは。デミコでーす。はい。久しぶりに動画を撮ろうっていう話なんですけど、いやね、なかなか最近ちょっと大変で、なんかね、バタバタしてるっちゅうか、なんちゅうか、帰ってきてからもなんか落ち着いてなくてね、全然ね。ほいでもって、この前枯山水始めたんだけど、で、枯山水ずーっと編んでて、あれほら動画ちょっと撮れないからね、と思って。でもずっと編んでると動画撮れないじゃん、はっきり言ってね。でもなんか撮りたいよね、動画やっぱりって思いながら、何やろうかなーって思ってて、でね、思いついた。私、米編み大好きでございますね。はい。いろいろやりました。今まで普通の米編みやって。でもって、放射線状、スクエアのね、米編みのスクエアね。あれ、なんだっけ、あれはロシアのやり方なんだっけね。ほいだら、リクエストがございました。C2C やってくれって言うんで。で、C2C モスステッチってやつですけど、はい、米編みですね。はい、米編みなんですけど、コーナーから編んでいくやつですね。こうやって。これリクエストあったんです。やってくださいってね。ほいで、じゃあやりましょうっていう話で、いつやろうかなって思ってたんだけど、今回ちょっとやってみるっていうか動画を撮ってみることにしました。で、もう途中まで編んでるんですけど、別糸を使ってちょっと説明しますけど、どうやって編んでいくかっていうのをね。で、これ何作ってんのって言ったら、まあ、最強ブランケットですよね、やっぱり。これでね、この毛糸で編んでいい感じになるのはブランケットだなと思ってまた編んでるんですけど、このね、編み方もね、ちょっとね、やっていこうと思うんですよ。で、今日お見せする編み方は、基本的な編み方ですね。これ糸をほら、まだらじゃねえや、なんだ。ストライプね。ストライプにこうやってやってるから、白と色の糸とやってるんだけど、使ってる糸はね、この DMC のニッティポップってやつ2色使ってやってるんですよ。2色と、あと近しい糸ね、これね。近所でまた買ってきた、この前ね。なくなっちゃったから。ね。もう100%アクリルで、同じですよ。こっちも100%アクリルでね。で、太さとか全部一緒。50g で140メートルってやつなんだけど、こっちも一緒よ。一緒。ね。ほいで、それで、糸っていうか色を変えながらこうやってストライプ状に、ね、なるように編んでるんだけど、基本的な今編み方として最初に編むのは、普通にこの糸変えずにね、編んでいく。普通に編んでいくんで、ちょっと基本的なことをちょっとやっていこうかなと思うんですよ。ね。なので、これはね、ちょっとね、放置ですよ。置いといて。ね。これ放置。これ編むわけじゃない。いや、編みますよ。編むよ。編むんだけど、今編むのはこれじゃないっていうことね。はい。でね、何をね、じゃあ何の毛糸使っていくのって言ったらね、今日はね、これを使っていこうと思いまして、はい。ダイソー、はい、ダイソーから買って帰ってきたこのカラフル毛糸。ね、カラフル毛糸じゃねえや。アクリル毛糸のカラフルってやつですわ。何やカラフル毛糸って言ったら、ここにカラフルヤーンって書いてあるからカラフル毛糸ってね、そのまま訳しちゃったよねって話だよね。これは皆さんね、普通に手に入りますよね。ダイソーなんで。はい。ダイソーなんでね。はい。うん。東レ抗菌防臭機能、違う、繊維だよ。何が機能だよ。どこ読んでんのしや。繊維使用って書いてあるな。そうなんだ。これは前にもでも使ったことあるな、この糸はな。あれで使ったわ、アクリルたわし。そうか。アクリルたわし。へえ、そうか。いや、今日編んだやつアクリルたわしにしようかね。ね、それでもいいね。アクリルたわしの予備にでもしとこうか。はい。で、約 35g。はい。約1.23オンスって言ったら、オンスってわかんないね、日本人的な。なんでわざわざオンスって書いてあるのかよくわかんないですけど。はい。色はアクアブルーでございます。35g で何メートルあるのこれ。何メートルあの辺に書いてあるね。100%、アクリル100%、35g で56メートルかい？ 56 メートルだいね。そうっすね。はい。そうっす。はい。で、
棒針7から8号で、かぎ針が6から7号っていうことなんですけど、私今日はね、こっち編んでるのもそうなんですけど、7号でいきますね。はい、こちら。7号を使わせていただこうと思います。はい。じゃあこちらで、ちょっとね、こうやっとこうと思うんですけど、どうやって編むかってね、こんなにね、難しいもんじゃないんですよ。難しいもんじゃないんですけど、まあね、編み方、最初のところがね、どうなんじゃいっていう話じゃないですか。ね。はい。じゃあ今日 C2C。あ、ちなみにね、C2C ってね、あの、ABC の正ね、ABC の C に、にで C。なんで C2C? で、C2C モスステッチって言うんだけれども、なんで C2C って言うんだろうなーと、私最初思ってたのね。ふと気がついた。自分で気がついた。これは、コーナートゥコーナーっていうことですね。コーナートゥコーナー。なんだ、英語圏っていうか、アルファベット圏でも結構その、なんつうの、単語をさ、文字っていうかその字面をさ、こう短縮して書くってことをよくやるわけよね。で、その時に to っていうね、to っていう、to, to っていうのが、をこうにって書いたりとかっていうのは、まああることでねっていう話でね。うん。だから多分コーナー2コーナー2ことなんだろうなーって。まあじゃあやってきますよ。はい、やってきます。はい。じゃあ、用意するのはですね、一応形にしてきます。一つの作品にしてきますけれども、はい。その予定なんですけど、アクリルたわしに使ってもいいし、何に使ってもいい。一つきっちり仕上げる予定ではいるんですが、どうしようか。今日は基本の編み方にしとこうか。で、縁か。縁はまあ、また次回編もうかなと思っ、どっちがいい？まあいいか。進み具合でやっていこうか。はい。というわけで、じゃあね、始めていこうと思いますよ。はい。じゃあ、7号の針でやっていこうと思います。で、まず普通にね、こう引っ掛けて、引っ掛けて、で、こうやってね、抜きます。はい。はい。で、ここから、鎖編み。はい。鎖編みで、1、2、3といきます。はい。鎖編み3つ。鎖編み3ついったら、ちょっとチロッとひっくり返して。はい。最初編んだ1つ目の目の裏山ですね。裏山。ここにぶっ刺して、細編みを編みますね。はい。で、状態的にどうなってるかっていうと、見づらいんだよ。これ見づらいからね、ちょっとね、わかりづらいっちゃわかりづらい。ちょっと説明いたします。はい。こう編んでるんですね、今ね。今、鎖編みを3つして、一番最初の目の裏山に細編みをしました。ってことは、今どうなってるかっていうと、1、2、3、3目あって、で、ここでくっついてるわけですね。ここでくっついてる。はい。ここでくっついてる状態。で、次どうするかっていうと、まあ三角形みたいな形になってるんですね、今ね。はい。で、次どうしていくかっていうと、次は、これでね、もうね、すでに1段目なんです。これで1段目終了。次、1、2、3と立ち上がります。はい。3で立ち上がって、ひっくり返しますね。ひっくり返したところで、ここですよ。問題はここなんです。どこに突っ込むかって話なんですけど、ここ、三角形のど真ん中を間違えないように取ってください。ここね、三角形のど真ん中、ここですね。ここに、まず、一つ細編みを入れます。ど真ん中に。一つ細編みを入れます。やるのは4編みでございますよ。はい、4編みでございます。ほいで、どうするか。また一つ、鎖編みをします。鎖編みをしたら、もう一回同じ穴に入れて細編みを編みます。はい。でこれで今どういう状況になってるかってことですね。ここの一番下の三角になってるところ、ここね、作ってあるところ、ここに一つ立ち上がった目があって、ここにね、立ち上がりの目があって、一つ横に編んでる目がここにもあって、で、ここ一つ細編みが入って、で、鎖編みがあって、で、ここにもう一回入ってるわけですね。一つの穴に、要は目が3つ入ってると考えてほしいんですね。立ち上がりの目と、
入れた目が2つある。これで3個入ってるような状況になるわけです。はい。で、ここ、立ち上がりの部分3つ、鎖編みをね、編んでるんだけど、どういうことかっつったら、まあ、要は、鎖編みを2つで立ち上がってることなんですね。2つで立ち上がってるっていうことになります。もう一回やります。最初のところが、ってね、なる人がいるかもしれないから、もう一回説明しますね。一つ、これで止めて、1、2、3で編むでしょ。編んで、ここが立ち上がりの目、2つ、鎖編み。で、1つで横の目に行くような感じ。で、裏目を1個、裏山ね、裏山だわ。裏山通して、これで細編み。だから細編みをね、こう、なんていうの ?2 目に数えてるようなもんですよ。2目、鎖編みをね、2目分で。なぜならこうやって斜めに進んでいくから、普通に縦に上がっていくよりも少しこう、取るんですわ。これをね、すでに編んだのを見てみたらわかるかな。すでに編んだのを見てみると、普通にこの面がこうやって上がっていくんだけど、こっちの面がこうやって斜めに上がっていくわけですよね。そうするとやっぱり一目だけじゃちょっと足らんのですわ、高さがね。二目ないと足りないから、立ち上がりが2つ。それで考えると数字的には分かりやすいかと思います。で、ここで1、2で立ち上がって、3、これ横に行く分ですよ。この最後の1つは、3つ目っていうのはこの横に行く分ですね。ここの縦の筋、横に行きました、1つ。で、ここの真ん中の穴、間違えないようにね、穴ぐりぐり探して、ここに細編みを1つ。で、また1目編んで。で、同じ穴にもう一度細編みを1つ。はい。こうなりますね。そうすると、1つの穴のとこに1、2、3と目が入ってるのと同じような状態になります。で、こっち来たのにまた1、2、3と立ち上がってひっくり返して、次、どこじゃっていう話ですけど、次、ぐり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 広げてね、こう見たときに、分かりづらいなってなるわけ。ここってなるんだけど、入れるところは、こうなってるところのこう手前にこうぴょん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 ってこうあるでしょ。ここでなくてここなんですわ。ね、目的に言うと3本あるうちの3、1、2、3ってあったところの間を取らなきゃいけないので、わからなかったらこっち側、鎖目で立ち上がってるところから数えた方がわかりやすいです。鎖編みで立ち上がってるところ、ここに入るんで最後の目がね。なのでそうすると次はここの間ですね。ここ。ここに最後の目が入るので、そうすると次入れるとこはここになりますね。ここが同じ目で、ここが同じ目っていうことになるので、ここに入ります。ただ、こっち側見たときに、こここを割らないように、こっち側ね、ここ、ちゃんとここ、目と目の間、上が鎖編みになってるところに入るように入れます。最初は分かりづらいと思います。でも最初のここの3段目までです。分かりづらいの。で、また一つ編んだら、ここですね。最後の、ここね、鎖編みで立ち上がったところに、一つ細編みを入れます。で、そしたら一つ鎖編みをして、同じ穴にもう一度細編み。はい。こうやって増やしていきます。はい。もう一度、1、2、3。ひっくり返して、どこって、こうなったらね、わかるようになってくるでしょ。この段に来ると。最初のところだけちょっとわかりづらい見た目。ここですね。ここに入れます。ここに入れて、細編み。一つ編んで、間に入れて、細編み。一つ編んで、ここに入れて、細編み。最後の、この鎖編みの輪のところに一つ入れたら、鎖編みを一つして、もう一度同じところに細編み。はい。増えてきた。ね。こんな感じで増やしていきます。はい。1、2、3で立ち上がって、ひっくり返して、
こことここの間っこに一つ細編み、一つ鎖編み、間に細編み、鎖編み、で、また間に細編み、鎖編み、はい。で、最後、ここの輪のところ、輪っていうか、なんちゅうの、この鎖編みで立ち上がったところに一つ細編み、そして鎖編みを一つして、また同じ穴に細編みをもう一つ。はい。こんな感じでございます。見えるかいな。ね。見えやすい毛とかさ、なくてさ、単色のアクリルとかそういう糸がちょっと今、あるやつでも色が濃いとか白とか、そうしかなくて、ちょうどいい具合で見える糸がなくてさあせんって感じなんですけど、はい。で、また1、2、3で立ち上がってひっくり返して、こことね、最初のここの立ち上がりの根元のところと、隣の鎖編みじゃないや、細編みのところの間に、細編み、鎖編み、で、また間に細編み、鎖編み、間に細編み、鎖編み、間に細編み、鎖編み、そしてここの最後の鎖編みで立ち上がったところに細編み、鎖編み、もう一つ細編み。こんな感じでずっと増やしていくと、こうね、角っこからブーっという感じでいきます。見づらいな、この毛糸。ごめんな。見づらいけど、まあ、しゃあないわ。はい。で、こんな感じで、ちょっとお好きなサイズまでね、こう、まあ、編んできゃいいんですけど、ね。ちょうどいいところまで大きさ編んでいけばいいんですけど、今回はこの説明では、とりあえず、じゃあ、角っこっていうか何て言ったらいいのとりあえず今三角にずっと編んでるじゃないですか。じゃあ四角にするにはどうしたらいいのって言うと、角っこのところですね。角っこのところを説明するんですけど、角っこの説明は正方形にするか長方形にするかで別に変わるわけではなくて、正方形にするときは角っこ同じように処理を同時にして進んでいけばいいだけで、長方形の場合はそれをずらすだけの話なんでね、やることをね。はい。なので、今回は長方形で作っていこうと思います。はい。長方形でね。はい。長方形でやってきますけど、正方形でもいいけど、正方形でもまあまあいいっちゃいいけど、ね、正方形だと、同時に、なんていうのこの、増やしていくのを終わらす。つまり減らしていくんですけどね、次からはね。はい。2、3と、こう間違えないようにね。はい。で、またひっくり返したら、こうやって4根編み。だからこれを、なんつったのひっくり返してひっくり返して編んでいくんで、これもまたこの4根編みも、表裏で編んでいく感じになるから歪みません。なので、綺麗な、なんて言うんだろう。あれ、編み地っていうのかなうん。見た目、綺麗な編み地になりますよ。はい。で、こんな感じでね、ちょっと都合のいいだって。お好きなサイズまでちょっと編んでいこうと思います。普通にね。はい。はい。ということで、角っこまで編んできました。ここで、こっちの方をこっちにガーッと流していって、これはこのまま進んでいく感じですね。少しね。で、こういう長方形に作っていこうと思います。はい。で、角っこまで来ました。普通に編んできました。ね。角っこに2つ入ってます。この状態からどうするかっていうと、はい。1、2、はい。立ち上がり2つになります。2つになってひっくり返したら、最初のこの、さっきまで入れてたここの穴ですね。ここじゃなくて、もう1個先。ここですね。1個、2個。ここに、先ほど今ここ2目。こっち側でね。この、鎖編みのところの立ち上がりのところに入れた2目。これをすっ飛ばして、その先。ここに細編みを入れます。で、こういう感じになるんですけど、この時に、次、こっちに戻ってきた時に間違えて編まないように、一応、ここの立ち上がりのところ
この立ち上がりのところに目印を入れときます。はい。で、そしたら、先ほどと同じように、普通に逆サイドまで編み進めていきます。はい。チャカチャカチャカと。ね。ちっちゃいから早いわ。こうやって編み進めて、で、ここどうするのかって言ったら、ここはまっすぐに行くわけですよ。まだね。ここを正方形にするなら今やったのと同じことをここでやればいいんだけど、ここをまた1個入れて、1個細編みじゃないね、細編み入れたら鎖編みをして、もう一つ細編みを入れると。で、1、2、3で立ち上がってひっくり返して、同じように入れていきます。とりあえずこっちはまだ伸ばす感じでね。まあ何段ぐらい伸ばすかはどうしようかなっていう感じですけど。まあ見た目ね。うん。見た目なんとなく。はい。はい。こんな感じで戻ってきました。はい。で、注意しなきゃいけないのが、最後のところ、ここに入れますね。ここが最後になります。ここを入れました。はい。最後の細編みを最後の目に入れました。そしたら、ここは鎖編みをしないでそのまま、ここの今、ここの、これが入っているところありますね。ここが入っているところに細編みをします。なんつうの鎖編みをせずに、ここに細編みを入れる。で、そしたら、1、2と、2目で立ち上がってひっくり返して、鎖編み2つで立ち上がったら、ここの細編み、ね、最初のこの細編み、くっついてる細編みですね。ここ間入れられないんで、ここすっ飛ばしてもう一個先に入れます。はい。で、これで普通に編み進めていきます。多分、2段目まで来たらもう間違いないと思うので、とりあえずでもこれはね、ここに残しておけばいいと思います。ね、こっち側は減らしてるんだよ、目印ね。はい。はい。こっち側はまだ同じように、はい、増やして、まっすぐにまだとりあえず編んでいきますね。1、2、3、ひっくり返して、で、ここは普通に間に入れて、はい、進んでいきます。はい、ここまで編んできました。最後の目ですね。ここ編み入れたら次はここです。細編みを編んだら、鎖編みを編まずに、この2目で、鎖編み2目で立ち上がったところに入れて、ここに細編みと。はい。こうですね。で、そしたら1、2で立ち上がってひっくり返して、こことここの間には入れず、飛ばしてここ。はい。ここに細編みを入れて、で、通常通りですね。はい。同じように編んでいきます。はい。で、角っこに来たら、また増やして、1、2、3。はい。こんな感じですね。こんな感じで増やしてきました。もうちょっとあと1段。そうだね。あと1往復ぐらいしようかな。はい。じゃあ、あと1往復、こんな感じでしていこうと思います。ということで、ここまで来ました。はい。角っこまで来ました。はい。でここでね、ちょっとこれをね、じゃあまた今度こういう形でね、こう、やっていこうと思うんですけど、ここは、こっちでやってんのと同じことをやればいい。1、2とやったら、ひっくり返して、最初の2つ、ここは無視して次にすっ飛ぶ。ね、この間には入れずにすっ飛んで、ここに入れますね。はい。入れて、で、もうまあね、こっちでやってるから間違いないと思うんですけど、で、ちょっと待って。忘れてるやん。はい。すみません。鎖山一つ忘れてました。はい。たまにやりますね。こういうこと、米編みやってると。はい。で、ここで2つ立ち上げて、ここをすっ飛ばして、ここに直接細編みと。
で、1から、1の鎖編みで細編み、1の鎖編みで細編みつって反対側までずっと編んできます。はい。で、反対側まで来ました。反対側まで来たら、今ちょっと鎖編みしちゃったね。はい。細編みをして、鎖編みをせずに、ここの立ち上がりの2目の鎖編みのところに細編みを入れる。で、1、2とひっくり返して、最初のこの2つの細編みすっ飛ばして、この先に入れて、通常通りですね。はい。編んできます。はい。ここが最後の目になります。ここが最後の目になるので、ここ編んだら、今鎖また編んじゃったけど、鎖編みをせずに、ね、最後の目。細編みをしたら、鎖編みを編まずに、ここの2目で立ち上がった鎖編みのところに細編みを入れる。はい。で、1、2、ひっくり返して、すっ飛ばして、この先に細編みをして、1、鎖編み、1、細編みでまた進んでいくと。はい。はい。で、鎖編みを編んじゃいけないんだっつうの。はい。もう癖になってるね。はい。で、鎖編みを編まずに最後細編みを編んだら、この2目で立ち上がったところに細編み。で、1、2。この繰り返しで角っこまでね、これ全部、こう、キューッと、ここまで、ね、ここまで編んでいこうと思います。はい。はい。こんな感じで、最後の方まで来ました。はい。最後の方まで来た。で、1、2と立ち上がって、はい。ひっくり返して、で、最初の2つすっ飛ばして1で1つ編まねえよ。編まねえ編まねえ編まねえ。最後だからね。編まなくて、で、ここに入れて、こう編みますね。つまり最後、こことこことここだけになりました。立ち上がりの2つで、細編みを入れて、最後の目に細編みを入れる。ここの段になりました。要は縦方向に3個入ってるところですね。次が最後の、目になるんですけど、最後の段か。ね、閉じるところですね。一つ鎖編みをします。ひっくり返して、で、ここ編まずに、ここの2目で、2目鎖編みで立ち上がったところに突っ込んで、細編みをして終了です。はい。これで終了。こんな感じですね。ちょっといびつやな。ちょっといびつ。あ、大丈夫。整えれば大丈夫です。はい。整えれば大丈夫。はい。こんな感じになりました。はい。で、これもういらないから。あ、まあ一応入れとく。あ、いらねっか。はい。いらねっすな。はい。こんな感じで、斜めにずっと編み上がったので、ここで閉じますね。一回ね。一回閉じます。はい。はい。じゃあ、ここから縁をね、編んでいこうと思います。はい。で、どうやって縁を編んでいこうかなっていうことなんですけど、ここで大事なのが、縁を編むときに大事なのが、これね、持ち替えました。はい。針をでかくしてくださいって話ですね。はい。で、今回は私は7号を使って、で、7号の上って7.5なんで、7.5でもいいかなとは思うけど、私はあえての8を使います。はい。ゆったり編むためでございます。はい。なので、まあ1号、2号ぐらいね、人によっては2号いっちゃってもいい。私の場合は2号あげますけれども、大きめの針で、同じ糸で編んでもいいし、少し太めの糸を持ってきてもいいと思うんですけど、私の場合はですね、この今編んだこの糸よりも、この白がね、若干細いんですわ。若干細いんですよ。なので、2本取り、2本取りでね、編んでいきます。で、同じサイズ、同じので、これ、同じ毛糸で編むんであれば、別に1本取りで大丈夫です。なんですけど、今回白を入れていこうと思ったら、ちょっと2本取りにしないと、太さがね、ちょっと足らんなっていう感じなので、ちょっと2本でいこうかなと思ってるんですけど、ちょっと、出て。あ、出た、大丈夫だよ。余裕で。どこで端っこ。はい。2本取りでいこうと思います。2本取りで8号で編んだらちょうどいいんじゃないかな。針がね。はい。で、どうするかっていうと、あ、だからあれですよ。同じ糸使うんだったら、
号数じゃねえや。この2本取りじゃなくて1本で大丈夫ですからね。はい。じゃあ、今編み終わったところね、この角っこの穴、ここにぶち込みます。はい。で、普通に引き抜いて留めますね。で、どんな縁にしていくかっていうことなんですけど、で、ここでもう一回だから細編み入れます。普通の角っこと同じようにね。はい。細編み入れてスタートするんですけど、縁編みも4年編みにします。はい。縁編みも4年編みにしますよ。はい。で、これちょっと引っ掛けて、で、次編むところ。ね。なんで大きいのを出してきたか、大きめに編まなきゃいけないかっていうのはここですね。この1段とこの1段の高さが違うわけです。全然。全然違うわけ。うん。なので、私ちょっと方向間違ってないかこうか。こうだな。はい。すいません。はい。はい。で、ね、ここの一段。ここは編まない。で、次、ここに入れるんですね、目を。針を。なので、大きめに編まなきゃいけないっていうことですね。はい。ね、変な風に、なんだ。変なところから拾おうと、無理やり拾おうとすると変なことになるんで、米編みでいきます。はい。で、また鎖編みを今一つしました。で、大きい穴にぶち込んで編みます。細編みをします。で、そしたらまた鎖編み、こいつをちょっと巻き込みながら、はい、巻き込みながら、はい、次、この大きい穴に入れて、せっかく巻き込んだからね、もっと巻き込んでいきましょう。はい、巻き込んでいきます。はい。で、くるめて、大きい穴で細編み。はい、こんな感じですね。これだと、寄らずにね、なんとなく、いい感じで縁ができていくと思います。ここ、おい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 。鎖編み線と。はい。はい。こんな感じで縁を編んでいきます。で、角っこね、角っこ。ここ、まず入れますね。まず入れる。ちょっと遠いわけよ、ここ。遠い。角っこにするにはちょっと遠い。なので、一つ編んで、もう一個探しますね。角っこ。ここの、ここですね。この角の、この部分。ここに一目入れて、1、2と角っこ編んであげたら、同じ目に入れますね。はい。普通に角っこ、四角の角っこを編んであげますね。この縁を作るときのね。はい。そしたら同じようにまた、鎖編みを一つして、穴に、大きい穴に入れてってあげます。はい。はい。また端っこまで来ました。これ角っこ。ここですね。今ここに入れたけど、すぐお隣です。ね。ここに入れて、鎖編みをして、すぐお隣に入れてあげて、角っこです。ここが角っこ。これが編み始めのところですね。編み始めのところ。はい。で、そしたら今度こいつを巻き込んでいってあげますね。で、今鎖編みをしたので、次はここ。でかいところ。はい。これくるんでってあげます。はい。で、次の穴。穴。はい。同じように、同じように編んでってあげます。はい。で、ここも、ここまで来ましたね。入れられる穴、最後のところまで来ました。で、入れられる穴、最後のところまで来たら、また一つ編んで、角っこ探してあげます。ここですね。適当にもう角っこなんですけど、まあ、ここで、なんつうの、鎖めっちゃんじゃないけど、輪っかがこうなってるのがあると思うので、ここを拾うように入れてあげて、角っこ。で、1、2、角っこ作ってあげて、同じ目にまた入れて、角っこ。はい。で、一つ、鎖編みをしたら、またここの大きな穴ですね。大きな穴に入れてってあげる。はい。最後のところまで編んできました。で、最後は1、2とやったら、普通にここに引き抜いて、いいよっと。
はい、終了ですね。はい、引き抜いて終了なんですけど、次の段行くときはね、引き抜いて次の段に行けばいいと思うんですけど、今回は、まあ、これ一周だけで今回はストップしようかな。ね。ストップしようと思うので、ここ引き抜かずに、普通に終了します。はい。切って、引き抜いて、よっと。あれあれはい。で、終了にしていこうと思うんですけど、で、閉じるところは、この一つ先ですね。ここじゃなくて、かけるのはここじゃないっす。ここです。二つ目のとこですね。はい。頭を新たに作ってあげる感じになりますね。で、そしたら、はい、こんな感じで、はい、綺麗に閉じれました。で、そしたら、あとはもう普通に糸処理を適当にね、していけばいいと思うんですけど、こういう感じで、はい、で、この辺はもうすでに巻き込んであげてるので、全然切っちゃっていいと思うんですけど、はい、出来上がりました。はい。こんな感じでね、今日は作ってきましたけれども、この斜めで、こう、ピューっとね、やる、なんだっけ、C2C、モスステッチ。日本語で言うとなんだろうね、コーナー2コーナーの、ヨネ編みヨネ編みっていう感じになるのかなね、なんていうタイトルなのか、日本語だとちょっとよくわかりませんが、はい。斜めで走っていく、ヨネ編みっていうことでございます。はい、こんな感じで、ちょっと釣れてるかな。まあ、引っ張ればなんとかなります。大丈夫ですね。ぐっと引っ張れば大丈夫ですね。はい。これたら、あとはもう大丈夫だと思うんですけど、はい。こんな感じで出来上がりました。はい。裏はね、ちょっとまた違う感じになってますけど。なんや。これか。はい。この編み方のいいところは、往復でこう編んでいくからね、よれないっていうのももちろんあるんですけれども、これね、思ったんだよね。これをさ、太めの糸に対して太めの、針使って、まあ三角ショールとかも簡単にできるよねって、グラデーションの糸なんか使ったら綺麗かなと思って、結構応用がいろいろ効くんじゃないかなと思うので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうかということでございます。はい。で、今回はね、これでちっちゃいのを編みましたけれども、次回、続き、こちらのね、またね、縁編みをね、どんな風にしていこうかなっていうね、感じで、編み方というよりも次はもうこれを仕上げながらおしゃべりしようかなとまた思ってます。はい。というわけで続きはこちらでまたやりますんで、はい。近いうちにまたやりたいと思ってます。はい。とりあえず編み進めないといけませんね。はい。まだ全然半分までいってません。でも、まあ、2日ぐらいでこのぐらいっていうか、1日、1日編んだらまあこのぐらい普通にいくと思うんですけど、まあちんたら編んで2日でここまで来てるんで、まあなんとか、できるかな。ね、近いうちにできると思いますけども、はい。ぐしゃらーっとしてますが、こんな感じで今日はね、このちっちゃいのをね、これをね、見せつつ、どうやって編むかっていうのはこっちのちっちゃいので編んでみました。はい。また、ね、こっちで続きやりますんで、続きもまたよろしくお願いします。ということで、もうね、なんか久々に喋るから喋れない。うん。いや、ライブで喋るのって違うんだよ、動画って。やっぱりね、動画撮るときとライブで喋るときってちょっと違うからさ。うん。でもライブをね、近いうちにやらなきゃね。だってね、うん。1万人超えましたということで、どうもありがとうございます。ということでね、はい。1万人の記念ライブってわけじゃございませんが、もうちょっと落ち着いたら、もうちょっと、そうだね、もうちょっと、そうだね。近いうちに、はい、近いうちに、ライブ一本やりたいと思ってますんで、はい、その時はまた皆さん、ぜひ参加してくださいということでね、というわけでございます。はい。じゃあ本日はここまで、はい、ここまで、はい、ここまでご覧いただきましてどうもありがとうございました。また次回すぐにお会いしましょう。というわけで、本日はここまで。さよなら。なんだけど、うん。おやつタイム行こうかな。行っちゃおうかな。はい。今日のおやつタイムはこちらでございます。はい。でん。はい。これね、
あれですわ。日光ですわ。はい。そろそろ食べなきゃなと思って、これね、日がね、5月24日なんや。ね、これ、シューラスクっつうんだわ、これ。で、私なんでこれが目に留まったかっつうと、まあまあ、これ売り出したいんだなっていうのはよくよく分かったわけですよ、お店でね。うん。ここはね、プレジルでシュワジー。ジョア・ドフリー。comme je voudrais voir votre visage ravi. ですね。フランス語なわけです。はい。読もうかこれ。Ce qui compte, c'est le désir de transmettre. とにかくね、選ぶ楽しみ、送る、喜びみたいなことが書いてある。ずっと。で、comme je voudrais voir votre visage. あなたの笑顔が見たいからみたいなね。あなたの喜ぶ顔が見たいからみたいなこと書いてある。そんなに美味しいんかいって話だね。なので、だからちょっと開けていこうかな。で、シューラスクでしょ。ラスクもまあフランスだよね。シューもフランスだよね。っていう話ですよ。これ2つ合わさっちゃったってどういうことっていう話ですよ。シューラスク。まあ大体想像つきますね。はい。シュー側の、ね、シューのほら、皮。あるでしょシュー。あれがラスクみたいにカリッカリになってるって話ですわ。言ったら。はい。初めて食べます。開けます。はい。じゃあ開けていきましょう。これはね、もうね、日本で食べずに持って帰ってきて、で、こっちでゆっくり食べようと思って、はい。で持って帰ってきたんですけど、これ何こうやって、やっぱり私は、こうやって開けたい人だから、ちょっと、開けますよ。開きませんな。はい。早々に諦めますけど、日本は、切るところがあるはず。あった。はい。あるはずですよ。フランスのようにね、ないわけがない。はい、開けました。じゃあ、ちょっと、皆さん、どんな感じなのか、ちょっと出してみたいと思います。はい。どうよ。こんな感じになってくるんです。これは何だろう。シューが半分に割れてるのかなね。半分に割ってあるんだね、これね、きっとね。はい。半分に割ってあって、それを揚げた感じだと思います。はい。でもね、早速ね、食べていきたいと思います。はい。さっさと食べます。いただきます。はい。うん。ちょっと。ちょっと奥さん。ちょっと奥さん。食べたことある人いる？ちょっと。何これ？めっちゃうまい。何これ？めっちゃうまい。何がうまいかって。まあ、シューですわ、前にね。で、ラスクみたいに、だから、カリカリっとしてて、ボリ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 音聞いてもらえばわかると思うんですけど、で、まあ、砂糖がまぶしてあるわけです。それはもう想像つきますよね。だけど、すごいのは、その後です。何その後って。どういうことその後って。口の中に入れて、ボリ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 って噛むわけですよ。そうするとね、不思議な、なんつったら、口の中で溶けてっちゃうみたいな感じ。何これ？はい。なんかね、口の中で溶けてっちゃう。何これ？めっちゃ美味しいよ、これ。はい。ちょっと小麦粉とかでできてるはずでしょ？口の中で溶けるってどういうことよ？めっちゃ美味しい、これ。不思議。これは、原理的に言うと何なんだろうな。まるでその、トイレットペーパーみたいな感じ？とにかくね、普通にゴリ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 食べて、こう、プンっていくんかなと思ったら、全然違うのよ。なんか口に残んないの、口の中に。で、自分何食べてんだっていう話で、なんかね。なんて、どういう製法で作ってんだろうね、これね。まあ人気あるんだと思うんだよね。一押しみたいな感じで置いてあったから、鬼怒川お菓子の白な。私もともとさ、ラスクとかそんな好きじゃないんだけど、シュークリームは好きなんですよ。で、シューガマも好きなんだけど、ラスクってあんまり好きじゃなくて。好きじゃないっていうか、別に嫌いじゃないですよ。あれば食べる。でも、あえて自分では選ばない食べ物で。だからね、あまり期待もね、してなかったの、あんまり。でもあまりにもポコーンと置いてあるから、これ食えってことなんだろうなと思って、それ買ってきたんだよね。まあ意味が分かったら、これ美味しいわ。これ美味しいわ。
か。これから夕飯だった。夕飯だった。無心で食べちゃいけないね。はい、無心で食べちゃいけない。はい、というわけで、今回はね、このね、日光行った時に買ってきた、この鬼怒川の、このお菓子の城で買ってきた、シューラスクってやつです。はい。これ食べてみました。はい。もし皆さん食べる機会があったらぜひ食べてみてください。これラスクが好き、シュークリーム好きみたいな人は絶対おすすめです、これ。はい。これいいのこれ。これはあれだね。家事にも食べさせてあげないとちょっとかわいそうだね。はい。まあもちろんね、日本から持ってきたものはね、食べさせてますよ。いつもちゃんと分けてますよ。はい。分けてるんですけど、あんまり美味しいものをね、こう知られてしまうとね、こっちも困るんですか、都合が悪いっていうか、なんていうか、まあ、というわけでございます。はい。じゃあまた次回、すぐにお会いしましょうということでね。はい。ここまででございます。ありがとうございました。また次会いましょう。はい。次は何やつまだなんかあると思う。ある。はい。